よし、食った。連発連発。入れ食いっすね。おー、巨大な45近くありそうです。はい、こんにちは、山です。今回はちょっと風が強い中、アジングに行ってきました。風がビューッと吹く中でのアジング。飛び道具を遠くにビュッと投げる遠投のアジングとジグヘッド単体の二刀流で尺アジを狙ってきました。風がちょっと強い中でのアジングでしたが、果たして尺アジは釣れたのでしょうか。今回はアジングの基本的な釣り方に加えて、アジを抜き上げるときに竿を折らないための注意点も解説しながら釣っていきますので、ぜひご覧ください。また、リアルな実調シーンを全部見たい方のためにノーカットの実調動画も作りました。そちらはメンバーシップ限定で公開していますので、気になる方はそちらもご覧ください。さあ、そしたら準備ができたのでアジを狙っていきます。で、今日はもう風がかなり吹いていて、ちょっと雨が降るので、カッパを着てやっていきます。で、仕掛けはちょっとジグヘッド単体では釣りしにくいので、浮力体のキャロ 11g に、下がレンジシュートヘッドの L サイズに EG シェイカーの3インチ。この仕掛けで狙っていきます。ピュッと投げて、そして狙った深さまでフリーフォールで沈めていきます。いや、しかし冬場はどうしても風が結構吹く時があるので、この風の中でもやれるように頑張らないといけないんですが、ちょっと寒いですね。かなり冷やいです。もう波の音も結構聞こえるんじゃないかなと思いますが、かなりちょっと荒れてジャブジャブしています。なので安全第一でやっていこうかなと思います。ちょっと荒れて波が防波堤の上まで上がりだしたらちょっと危ないので、やめようかなということで、そのあたりはちょっと安全面には十分注意してやっていきたいと思います。ちょんちょんちょんとアクションと。なんか当たったか。よし、食った。よし。食わせの間のタイミングでコントネ食ってくれました。これはアジかな。よいしょ。美味しそうなアジ釣れてくれました。100ぐらいかな、多分。でもちょっと風で待ってしまいます。結構強いつかてが。スンと挟んで入れて切り抜きします。針先チェックして OK なんで、もう一回いきます。いやー、風が強い。キュッと投げて着水したらフリーフォールでカウントを取りながら沈めていきます。で、さっき釣れたところと同じぐらいまで沈めていきます。割となんか近くの方で釣れたので、あんまり沖の方にはいないかもしれないですね。風対策でこの円筒形の仕掛けを使ってるっていうところがありますね。波がすごいちょんちょんちょんとアクションからの食わせの間でよし、食った。割と近くでいるかな。よし。よいしょ。ポンと2匹目釣れてくれました。これも多分100、30か31ぐらいだと思います。いいサイズ釣れてくれました。いや、風が強いけど来た甲斐ありますね。で、だからクーラーの蓋が勝手に閉まるぐらいジャブジャブジャブと血抜きをしてやります。さあ、いい感じで連発しているので、もう一回再現性出るように狙っていきます。で、ちょうど風に真正面になるように投げて、そして狙った深さまで沈めていって、でカチッとベールを返して糸付けを取って、だいぶあられる。アクションと食わせの間を交互に入れながら探っていきます。アクションと食わせの間を交互に入れながら一定の深さを手前まで探っていきます。
怪しかったら全部合わせたいところではあるんですが、なんか波がやっぱラインに当たってるんで、やっぱ食い取った波がラインに当たってるんで、ちょっと当たりかどうかが、よし、食った。わからないところあるんですね。よし。よいしょ。ちょっと。落ちた。かかりどころが悪かったんで落ちました。これ、ちょっと割と近くで釣れてるんで、もしかしたらちょっと重ためのジグヘッド単体でいけそうなので、ちょっと竿を変えます。さあ、そしたら、ちょっとね、ジグヘッド単体で届く範囲にアジが寄ってきたっぽいので、仕掛けを変えました。2.5g のジグヘッド単体。レンジクロスヘッドギガの 2.5g で狙っていきます。で、竿は、アジロー 7G の、6号のチューブラですね。足元一発。おっと、ジグヘッド単体でも釣れてくれました。28、9ぐらいだと思います。季節風がガーッと吹く時というのは、割と風表のポイントに入ると、餌となる小魚とかが岸近くに寄ってきていて、それを食べにアジが近くまで来ていることが結構あるんですが、今最初はキャロでちょっと投げないと釣れなかったのが、今はもうジグヘッド単体ですぐそこにピッと投げるだけで、比較的簡単に釣れるという。よし、食った。よいしょ。尺ありそうですね。ちょうど31ぐらいですかね。さっきよりかは大きいです。いいサイズ釣れてくれました。いや、このサイズがもう近距離で釣れるっていうのはなかなかないんで、天気が悪い時でも来てよかったですね。ラッキー。そしてもう一回狙っていきます。よし。で、表層付近をもう、ちょんちょんとアクションと食わせの間を入れながら、探っていきます。よし、食った。コンとね、振ってきました。引く。よいしょ。重てえにゃー。よいしょ。失敗。足場が高いんで。よいしょ、もう一回。取れました。活性がすごい高いんで、がっつりノコノコにかかってますね。じゃあ再現性出るように同じところを狙っていきます。もう飛距離も多分10メーターも飛んでないぐらいですね。2.5 グラムで。もうそれだけ枯で戻されるので。ファーストホールで食ってました。これはもうどこにかかってるかわからないので、お祈り案件です。よいしょ。で、このアジロー 7G のような高弾性のロッド、抜き上げるときに竿を立てすぎると折れてしまうので、こう寄せてきて、真上に立てるんじゃなくて、こうできるだけ水平によいしょというふうな感じで、魚を鳩の上に置いてやる形で抜いてやるのがおすすめです。これも尺ちょいぐらい、31、2ぐらいのサイズですが、あんまり重たい魚をこう真上に立てて抜き上げてしまうと、やっぱりどうしても竿先のベリーの部分に負担かかって簡単にパーンと折れてしまう可能性が高いので、この辺りはちょっと抜き上げの時に注意してやる必要があります。軽さと感度を出すためにやっぱりブランクの方とかを結構薄巻きにしていたりとかして、それで感度と軽さはいいけど、その分破損とかリスクが高くなるといったデメリットがあるので、そのあたりは一長一短になってくるんで、うまく使い分けが必要になります。いや、連発。入れ食いっすね。これなんだ。よいしょ。あんまりね、この尺サイズを抜き上げていたら傷むんで、あれなんですが、32、3ぐらいですが、このサイズが風でこのように舞います。いやー、美味しそうなサイズ連発です。入れ食いです。
じゃあ引き続き、ちょっとね、風が強くなって、もうこれ以上あれで釣りができなくなる前に、おかずを頑張って釣っていきたいと思います。で、頑張ります。100味連発して楽しんでいたら、いきなり、でっかいサバ釣れてくれました。巨大な、45近くありそうです。いやー、めちゃくちゃ、カツオみたいに超えていて、うまそうです。クーラーがもうちょっと閉まらなくなって、予備のクーラーに移さないといけないんですが、せっかく釣れているんで、あとちょっとだけやって帰ります。さあ、いい感じに連発してくれて、もうあっという間にクーラーが尺味剣山状態になりました。カツオみたいなサバも含めて、もう尺味がボロボロっとたくさん釣れてくれて、もう大満足なので、今日は終わりにしたいと思います。じゃあ、帰ります。ただいま、帰ってきました。いやー、めっちゃ眠いっす。実はこの撮影をする前にアジフライストックを大量に作ったので、今、だいぶさばき疲れております。で、僕がこれから晩酌用にさばいていく魚がこちらになります。ドーンと。尺アジと、そしてカツオみたいに太ったギガサバになります。で、今回は昆布締めをして、そしてその後に酢締めをして、最後に炙りをしていただこうと思います。で、もう時間もだいぶ遅いので、今日の段階で昆布締めまで仕込みをして、そしてまた明日いただこうと思います。最初に、アジ、サバともに、鱗を取っておきます。サバも同様に、鱗とぬめり取っておきます。いやー、サバ、カツオみたいに丸々としてますね。でもこのサバちょっと釣り上げるまでに時間がかかったりとか、釣った後も冷やし込みが甘かったので、もしかしたら見割れとかあるかもしれないですね。ちょっとそれが心配ですが、どうかな。で、頭を落としていくんですが、今回のアジはセグロという沖の背について回遊するタイプのアジで、もう体に対してヒレがめちゃくちゃでかいですね。体はアスリート体型でスリムなんですが、このヒレめちゃくちゃでかいということで、これがこのセグロの特徴ということで、もう本当ヒレアジみたいなでっぷりしたのとは違って、もうスリムで、そしてヒレがでかい、胸びれの大きさも大きいという感じで、こういう特徴があります。で、頭をバスンと落とします。そしてお腹も開いて、油はあんまり入ってないけど、どうかな、味は。特に内容物もなんか小さい網類、これはサビキの人が巻いた巻き絵が入ってる感じですね。お腹を開いて、こっちの個体は結構油入ってますね。これこれもサビキの人が巻いた巻き絵が入ってますね。ジャミが入っている個体はちょっと内臓は匂う個体が多いですね。ちょっと匂います。そしてサバも頭をスンと落として、お腹も開いて、でサバのお腹見たら、これ多分エソの子供っぽいやつが入ってますね。でこれが小さいジャコとかこういったの食べてますね。こういった小さい魚が風で寄せられてきて、そしてそれを追ってこういったアジとかサバが入ってくるといった感じで、ポイントの選択もいい感じでうまくいったかなと思います。そしてしっかりと水洗いしてやります。細かいところまでしっかりと取ってやります。そして三枚におろしていきますが、まず皮を剥ぐために皮の表面に薄く切れ込みを4方向から入れていきます。そしてこの背中側のところから皮を掴んでやって、ピリピリピリっと。でこのゼイゴは大きいサイズになるとかなり鋭くてざっくりと切る可能性があるので、さばくときは注意してください。ピリッと剥ぎます。そしてこの状態で背中側から包丁を入れて、お腹側からも包丁を入れてやって、そして真ん中のところをスッといってプスンと断ち切ります。ちょっと包丁の角度が甘かったんで身がいぶれて失敗ですが、片面いきました。もったいない。で、反対側も背中側皮を掴んで剥ぎます。お腹側から包丁を入れて、背中側から包丁を入れてやって、そして
真ん中でパスンと切って、ここで切り離します。これで3枚おろしできました。そしてサバは背中側からスッと包丁を入れて、ひっくり返してお腹側から入れて、そして中骨に沿うように包丁を入れてパスンと断ち切ります。そして反対側はお腹側から包丁を入れて、背中側から包丁を入れて真ん中でパスンと切って、ここで切り離します。見割れもなく結構綺麗に締まってました。よかった。そしてあばらを薄くすいてやります。アジも同じくスッとすいてやります。でこの辺りもちょっと薄くちょっと表面だけ削るイメージで、ざっくりと取っておきます。そしてこの状態で軽く塩を振ってやって塩締めをしていきます。こう塩を当てることによって余分な水分が出て旨味がギュッとね増すので、昆布締めをする前に先にちょっと塩を当てて脱水しておきます。でサバも同じように塩締めしておきます。特にサバなんかはそのまま食べるよりも塩締めした方が刺身で食べるにしろめちゃくちゃうまくなるので、ちょっと面倒ではあるんですが一手間加えるとうまくなるのでやっておきます。でこの状態で冷蔵庫で20分ほど寝かせます。さあ20分経ちました。結構がっつり水分が出ています。サバの方も水分結構出てますね。そしてお酢で軽く塩を流していきます。流したらすぐにキッチンペーパーで拭いてやります。でサバも同じように軽く塩を落とします。昆布締め用の昆布をお酒で湿らせて、で昆布の上にサバを置いて昆布を置いてサバを乗せて、その上から昆布をペタペタっと置いてやって、ラップでくるくるっと巻いていきます。全体を覆って、これでサバの昆布締めの仕込みできました。アジも同じように昆布の上に乗せて、間に昆布を入れてアジと昆布でサンドイッチしてやります。ラップでくるっと巻いてくるくる巻きにしてやります。これでアジとサバの昆布締めまでの仕込みができましたので、冷蔵庫で一晩寝かせます。さあ冷蔵庫で一晩寝かせました。まずはアジから。いい感じで締まってます。しっかり昆布の旨味が入ってそうです。そしてサバもねっとりと昆布の旨味が入ってそうですね。いやこれは美味しそう。そしてこの状態でそれぞれにお酢をバーッとかけていきます。今回は黒酢で締めていきます。やっぱ純米酢で締めてもいいんですが、黒酢の方が旨味成分がギュッと凝縮される感じがするので、最近は黒酢でつけることが多いです。でこの状態で冷蔵庫で数時間寝かせます。さあ3時間ほど冷蔵庫で寝かせました。アジはいい感じで使っているけど、サバの方がちょっと真ん中の方が使ってないけど、これでいきましょう。この状態で血合い骨を抜いていきます。めんどくさいけど見た目重視で取り忘れがないか確認して、OK。血合い骨抜いたらサバは薄皮を剥いていきます。この透明な薄いこの皮だけピリピリピリっと綺麗にいけましたね。で今回は半身だけ炙りにして、そしてもう半身はそのまま筋締めの状態で食べ比べをしてみようと思います。うわーっと炙っていきます。でサバもサバはあんまり油が浮いてないけどどうかな、食べたら。
でまず筋目の方のサバから盛り付けていきます。いい感じでお酢も入って美味しそうです。サバから油があまり出てなかったんで、もしかしたらあんまり油が入ってないかもしれないですね、今回のは。でもう半身の炙りの方を切っていきます。でも炙りの方が香りがあって食欲をそそられます。よし、これでサバの方が完成しました。で次はアジの筋目から切っていきます。この周りだけ入って真ん中だけのレア感いいっすね。とりあえずこれだけにしておいて、で次はアジの炙りを切っていきます。逆さまにしたら皮の表面がうまく崩れずにいけるかなと思ったけど、そうでもなかったです。ボロボロ崩れるちょっと炙りすぎたかな。まあこれも失敗は経験ということで、このまま盛り付けていきます。さあこれでアジも完成しました。ちょっと見た目が悪くなったけど、大丈夫でしょう。それではいただきます。ちょっとね切るの失敗して炙りの方が見た目が悪いんですが、美味しそう。まずは普通の昆布締めプラス筋目のアジからいただきます。醤油につけて、これはうまい。これは当たりの味だ。昆布のうまさに加えて酢で締めることで結構さっぱり食べれますね。アジ単体だったら結構油入っていますが、お酢で締めることによってかなりさっぱり食べれます。で次炙りの方いきます。ちょっと炙った後切る時に身が崩れて見栄えはすごい悪いんですが、これも醤油につけていただきます。味は筋目と昆布締めに加えて炙った方が甘みが入って美味しいですね。でちょっとサバ入る前に、日本酒いただきます。で今回は梅美人酒造さんの純米大吟醸ということで、こちらのお酒にしました。八幡浜にある酒蔵さんということで、八幡浜という地域は愛媛県の中でもアジが多いエリアということで、結構行かれる方も多いんじゃないかなと思います。すっきりとした飲み口で、生酒というだけあってほんのりと甘みがあって美味しいですね。炙りの味はちょっと油が入ってるんですが、その油もこの日本酒ですっきりと流してくれて、どんどん食べれます。ちょっと最近飲みすぎてしまうので、今回撮影用に 300ml を用意しました。これだったらこれだけ飲んでもそんなに酔わないので大丈夫です。さあ次はサバいきます。昆布締めプラス筋目、どうでしょうか。醤油につけていただきます。美味しいけど、だいぶこのサバ油が抜けてますね。去年の秋に釣ったサバはもっと油が入っていましたが、まずくはないんですけど、今回アジがすごい美味しかったんで、ちょっとサバがかすみますね。で次はサバの炙りもいただきます。サバ自体がちょっと油抜けてるんで、炙ることによって油が出て旨味が増すかどうかなってとこですね。さあお味はどうでしょうか。炙った方が今回のサバは美味しいですね。そんなに油が入ってなかった個体なので、炙ることによって油が出て、炙ってないサバよりも炙りの方が美味しいですね今回は。お酒が進む。どんどん飲んじゃう。でも今回の4種類、アジの炙りと筋目、そしてサバの炙りと筋目だったら炙りが美味しいですね。昆布締めプラス筋目プラス炙り、見た目はちょっとすんごい悪いんですが、これが
ダントツでこれですね、今回は。サバもやっぱり秋だったらもっと油が入っていて、旨味があって美味しかったんですが、油が抜けてますね。悪くはないんですよ。悪くはないんですけど、今回はやっぱ、味が良すぎたって感じですね。どれも美味しいんですけど、この中ではもうダントツ、アジの炙りですね。うまいです。いやー、なかなか、ちょっとね、贅沢な晩酌で、さらにこのハイレベルの中で、なんかちょっと優劣をつけてる感がありますが、アジもサバもどれもめちゃくちゃ美味しいので、美味しいお酒と一緒にいただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回はちょっと風が強い中でのアジングで釣った尺アジとギガサバを炙りスジメと日本酒で美味しくいただきました。風がビューッと吹く中でのアジングでしたが、いい感じで尺アジが釣れてくれたので良かったです。やっぱり風が強いと小魚とかが岸に寄せられてきて、そしてその小魚を狙ってアジも入っていることが多いので、風もてのポイントに行ったのが大当たりでした。ただ、もし風が強い時にアジングに行かれる際は安全面には十分お気をつけください。そして今回のアジとサバは炙りスジメでいただきましたが、サバよりもアジの方が美味しかったですね。とは言っても今回のアジが良すぎただけで、サバだけで食べたら十分美味しいんですけどね。また釣れたら普通に喜んで持って帰ると思います。さて、超寒い時期になりましたが、産卵のいいアジを狙えるタイミングでもあるので、防寒対策をしっかりしてアジングを楽しんでいきたいと思います。今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイプで応援もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。